日は1日使いツアーに行きます。こんな車で行きます。こちらは1日で、こちらは泊まりのツアーです。このツアーはインマネスを出発し、ネス湖を経由して、そしてずっと西の方に進み、ハイランドの一番西側の島スカイ島に行く1泊2日のバスツアーです。Incredibly calm waters this morning. It's somewhat unusual, I have to say, but it produces some beautiful reflections on the water. Actually, this headland that is just in the middle of the loch here, just kind of at the far end of that headland, it's a kind of a stony beach. ネス湖にやってきました。綺麗な景色です。みんなネス湖いるか、ネッシーがいるか必死に探しますけれども、今日はすごく穏やかなのでネッシーは見えそうにないです。とても美しい風景です。I don't know, just to see how long I can get it. Okay. Or chop it after the Philippines. After what? The Philippines? ネス湖近くのドライブに寄りました。ここにはネッシーグッズがいっぱいあります。ここにもネッシー、ここにもネッシー、ここにもネッシー、これもネッシーです。ここにもネッシーがいっぱいいます。ネス湖のほとりにやってきました。とても綺麗な街並みにホッとします。今日は珍しく天気がいいです。ここからネス湖のネッシー探しのツアーが出ます。今でもこの辺りの人々はネス湖にはネッシーがいると信じているそうです。そうドライバーが言ってました。でも実際に見た人はいないようですが、大きな波が立つことはしょっちゅうあるそうです。ネス湖がよく発見されるフォートガスタスというところに来ました。この辺りは水は結構透き通ってます。すごく景色が綺麗です。息を飲むような綺麗な景色です。ここもギャリー湖が見える展望台にやってきました。息を飲むような景色でとっても綺麗です。参加者のみんなも写真いっぱい撮ってます。ここはロフ・クルーニー湖というところです。前には雪山が見えてとっても綺麗なところです。この景色が一番好きです。Thank
Over onto the island, and then if you go back 100 years, at the sort of when motor cars were just started kind of coming up to this part of the world. A couple of weeks ago, I was coming up here, and it's actually at the landmarks. I stopped, he looked at me as much as saying, "What are you doing here?" エランドランジョにやってきました。ここのお城もとても綺麗です。すごく雰囲気があるお城です。この城は13世紀に設立され、マッケンジー一族とその同盟であるマクレイ一族の拠点となりました。18世紀初頭、マッケンジー一族がジャコバイトの反乱に関与したことにより、1719年に連合王国の戦火によって城壁は破壊されてしまいました。しかし、20世紀に行われた再建作業により、現在の姿となっています。スコットランドの旗が見えます。で、この橋を渡っていって、そしてドランジョの見学に行きます。中世の雰囲気があるとても素敵なお城です。アイランドの中では一番美しいお城の一つと言われています。この城の周りにもとても綺麗な入江の風景が広がっています。ハイランドらしい風景です。はい、ここから中に入っていきます。Hello, are you visiting the castle?これは中世の頃、1730年頃に着られていた服装のようです。とてもきらびやかです。ここには代々伝わるタータン、チェックがあります。Made, a reasonable living out of it. But seemingly Mary had additional ideas. It seems that Mary, according to legend, was a very attractive, of 3,000 feet. So you have this amazing scene where these mountains literally rise pretty much out of the sea to quite a dramatic height. ハギスという伝統的なスコットランドの料理を頼みました。これは羊の肉でできたミートボールのようなものです。あとそれとサラダもついてきました。中はこういう感じで羊の内臓がいっぱい詰まってます。羊の内臓って聞くとちょっと怖いですけれども、でも味はとっても美味しいです。
It's great, it's really fun, but one of my friends, or like everyone, it takes you an hour to get anywhere in London, and it's just like, it's a London hour, you just accept you're going to see someone for dinner, it'll be an hour to get there, an hour to get home, it's just like, what am I doing with my life? And property prices are insane. It's very famous one. And every January. Oh yeah, now it's like, oh no, for like one bed flat you're talking like 1,500 a month. Really? Yeah, without bills. Yeah, with bills you're like 1,800 to like. Yeah, was Our rental it's just gone absolutely. ドライバーのリチャードが呼ぶとこういう風にアイランドカウが言ってきます。すごいです。そして彼が持ってる人参をあげると食べるそうです。うわあ、すごい光景。おお、たくさんやってきました。Break it into. Try? Richard, can I have one? Sure, yeah. Break it into. はい、これあげます。アイランドカウと戯れることができてすごくいい経験できました。スリガチャンというところにやってきました。ここはスカイ島の絶景が見れる場所です。ここをずっと歩いていくとスカイ島の綺麗な山が見えます。石でできた橋もすごく雰囲気があっていいです。イギリスの天気は一日でもよくコロコロ変わるとよく聞きますけれども、朝はすごく晴れてたのに今はもうこういうふうに一面雲になってきました。そして曇ってくるとすごく寒いです。体感温度は真冬並みの5度ぐらいです。でもすごく景色が綺麗ので癒されます。ここから見る景色はすごく綺麗です。川と雪が積もる山が見れて本当に雄大な景色です。あちらに見える銅像はここ地元の有名な登山家だそうです。ドライバーに聞いたけども名前は忘れたそうです。彼らが眺めてる山はこの山です。この山のてっぺんまで登ったそうです。もう3月の下旬になるけれどもまだ雪が積もってます。ドライバーが絶景だと言ってここに連れてきてくれました。綺麗な山と湖が見えます。ハンリーサルトというところに来ました。
こからは西スコットランドの山々が見えます。まだ雪が積もってます。ここからは滝が流れてるすごい景色が見えます。この海沿いのピンクハウスというところ、ここの3階に泊まります。ポットリーのホテルに入ってきました。部屋はこんな感じです。ダブルベッドがあります。そしてこちらの方は開けてみます。なんか機械しかないですね、ここは。そしてこちらはバスルーム、トイレと、そしてシャワールームがあります。バスタブがあったらよかったんですけど、バスタブはないです。そしてこちらには紅茶、コーヒー、そしてショートブレッドがあります。そして窓からは綺麗なポットリーの風景が見えます。ホテルの前は荒涼とした海が広がっています。夏でもここは多分泳げないでしょう。そんな感じがします。スカイ島のポートリーの町です。町自体はとても小さくて10分ほど歩けば全て回ることができます。ここがメイン通りですけれども、今は夕方6時、あまり人も歩いてないし店もあまり開いてないです。ドライバーが言ってるようにポートリーの街では本当することはあまりないです。こちらの通りを歩いていきたいと思います。ウイスキー、ジン、ビアのテイスティングができるところがあるみたいです。テイスティングといってもこちらの方はだいたい有料です。ここですけれども残念ながら閉まってます。3時で終わりです。早いですね。まだシーズンが始まってないので6時を過ぎるともうほとんど人がいません。スカイ島に来て楽しむならやっぱり夏のシーズンがいいかもしれません。これが海沿いのレストランです。だいたいどれぐらいするか見てみましょう。スープが1300円、そしてハギスがだいたい1600円、そしてメインコースの方がイカで5000円します。そして魚でも4600円します。でスターターとメインコース両方合わすと30ポンドなのでだいたい6000円ぐらいします。夜明けのポーツリーです。人が誰もいなく、とっても静かな入り江です。おはようございます。ポートリーの朝です。向こうの入り江の景色がすごく綺麗です。でホテルから提供されたオーカーズのショートブレッド、それとトワイニングのミルクティーを作って飲みたいと思います。とっても優雅な時間です。スカイ島のウィグっていうところにやってきました。とても寒々とした光景ですけれども、ここからも綺麗な風景が見えます。向かいにうっすらと見えてる島、これもスカイ島になります。これがウイグの町です。とても小さな町で200人ほどしか住んでないみたいです。
the area is covered in a series of footpaths on both sides of the road here that you can see. What I'll do in actual fact is I'll drop you off just at the far end here. ライブストックってとこにやってきました。こういう風にすごく独特な景色を見ることができます。じゃあこの道をみんなで登っていって、そして頂上からの景色を見ます。すごく綺麗な風景が見えました。ドライバーによると、こういう風景はスカイ島でもここだけらしいです。スカイ島でも特に素晴らしい景色が見れるところにやってきました。こんな景色見たことないです。おとぎの国のようでもあるし、なんかハリー・ポッターの世界のようでもあるし、中世の世界に戻ってきたような感じ、そんな感じもします。とてもユニークなところです。同じグループのガールズたちはこの岩の上まで登りました。一番高いところにやってきました。ここからはベストビューが見えます。本当に綺麗な島です。キアリングっていうところにやってきました。ここの景色も素晴らしいです。この岩がすごいんですけども、残念ながら曇ってて今日は見えません。ここです。キアリングっていうところにやってきました。ここも絶景が見えるので有名な場所です。ここも素晴らしい景色が広がっています。今までに見たことがないような本当にもうすごい景色です。言葉で表すのが難しいぐらいです。
ヒルロックというところにやってきました。ここも綺麗な景色が見えます。ここはすごく綺麗な海です。透き通っています。昼はここでみんなでランチをします。ここがランチの場所です。なんかすごくおしゃれなところに来ました。センスがいいですね。はい、今からみんなで食事をします。リチャードのピザが来ました。大きいですね。Why so huge? I'm happy with it. じゃあ今からスープ食べます。クリーミーでとっても美味しいです。Is the pizza different from the States? It's basically the same. Yeah, I think it is. It's thinner here. Thinner. Yeah. Or just yeah. But the Our pizza is very, thin, and very small, much smaller. like even like the edge crust. Yeah, we have that one. But much smaller, and the price is much less, which is about 10 US For one slice of pizza? for one plate of pizza. Yeah, it's not bad. I think the flavors are very similar. Like I could get this at home. I don't know about the venison, but yeah. Have you went to the US? Yeah, a couple of times. Actually, I went to Utah as well. I went to Bryce Canyon. I love rice. Yeah, it was really Well, good. when it was snowy or in the summer? Even in summertime, Bryce Canyon was really cool at nighttime. It's a great place, isn't it? You go to Zion? Yeah, we went to Zion as well. Actually, Did you go with your friends or did you meet them there? I joined a 3-day camping tour. Which take us to Utah and Arizona, and what's the place? Monument Valley. Oh, pretty. Did you go to the Grand Canyon in Arizona? Yeah, right. In 3 days in a camping car. It was really good. Most of the people from outside of the U.S. What hikes did you do? Sorry? Did you hike at all in Zion? We hiked in the Zion as well. And we camped at Monument Valley for 2 days. Oh, it's probably just that. You guys have a lot of camping tour in the States, but in here or in Japan, we have a very good camping tour. Camping is very big at home. Yeah, right. What's big in Japan? Staying ryokan, hold in. It's a big event. And What is with it? onsen. Say it. Ryokan. It's a Japanese inn. Yeah. There's a tatami floor. Like an igloo. And hot spring as well. We don't camp very often. Although we have a... I've heard of snowboarding and skiing. It's really fun. Yeah, exactly. That's true.
What's the highest mountain? Mount Fuji? It's called Mount Fuji. Yeah, that's what I was thinking. It's a World Heritage. Where do you work, if you don't mind me asking? Sorry? Where do you work? I work at the school. The school in Japan? School in Japan and in Taiwan as Oh, well. in Taiwan. Right now I'm working in Taiwan, teaching Japanese. Oh, you teach Japanese, okay. I only know konnichiwa, that's it. Japanese is a very, very tough language. Tough language, yeah. Especially it has a whole set of alphabets, right? I mean, completely new set. So, It's not similar to any languages, very unique because we have isolated for hundreds of years. But America knocked the door and they made us open our door to the Western countries. スカイ島最後にフェリープールズ、妖精たちのプールにやってきました。ここがスカイ島の中でも一番行きたかったところの一つです。行ってみましょう。こういう景色が見れたらいいんですけれども、期待してます。もっと大きいのを想像しましたが意外と小さいです。写真に載っていたものを探しに行くためにもう少し歩いてみます。いろんな人に聞いてもフェアリープールの正確な位置が把握できませんでした。ここが一番大きいのでここがフェアリープールに急ぎます。こんな感じです。川がずーっと向こうの方まで流れていきます。いろんな人に聞いてここがフェアリープールだってことが分かりました。写真とは全然違くてちょっと残念です。思ったより全然小さいです。この角度から撮ると写真のような感じになるかもしれないですけども、それでもやはり写真とは全然違います。時間が少し余裕があるのでドライバーのリチャードがウイスキーの醸造所に連れてきてくれました。ディスティラリーっていうのはこれは英語でウイスキーの醸造所という意味です。ここは1830年からあるようで歴史のあるところです。周りはこういう風に湖が広がっていてとても風光明媚なところがあります。もうウイスキーのいい香りがしてきます。楽しみです。ここはウイスキーのテイスティングができるところです。シングボノツ、ここで作られたもので値段は1万1000円します。ここの10年ものは1万円します。18年ものだと4万3000円、25年ものだと9万2000円します。とても高級なものです。 It is personal choice really, but like I say, the favourite one is the 18. So you recommend this 18? Yeah. So you brew the whiskey here? Yeah, that's made here, then it's stored for 18 Okay. years, yeah. Any other cheaper one you recommend? The Explorador, that's nice. Distiller exclusive. You can only try that here. That's not available anywhere else. Just here? Yeah, It's available. That one doesn't have smoke until you put water in it. When you put water in it, the smoke comes out. So yeah, that's exclusive. You won't get that anywhere else. And that you can only buy that at the distillery. You won't find that one online. How does it smell?
It's sweet, caramel flavour. You get a coffee bitter aftertaste, and if you put water in it, the smoke comes out of it. Yeah. あまり強いのは飲めないので、 You just go この入門編の you can go across as a 総括会っていうのにしました。 walk up to the distillery. The distillery is only 5ポンドです。 half a mile. これにしました。1瓶でシングルモルツ80ポンドなので16,000円です。これもなかなか美味しいです。けれども個人的にはトマティーニというのが一番美味しいと思います。みんなでウイスキーを楽しんでいい思い出ができました。スカイ島からインバネスの帰り道は北側のルートを通ってカランコというところに連れてきてくれました。ここからの眺めも綺麗だそうです。見てみましょう。前方に見えるのがカランコです。とても落ち着いて綺麗な湖です。